皆さんこんにちは。今回のテーマは、機関投資家が1兆4000億円もの買い付けを9月末にしてくるんではないかというお話。それに伴ってどれぐらいのインパクトが各銘柄で生じるのかというのを計算してみたいと思います。まず最初にスケジュール感ですけれども、日本の銘柄多くの企業が3月決算ということで、半期に一度配当を配ってくれる銘柄ですと、今月末9月に配当権利が発生します。その配当が落ちる日というのが月末2営業日前ですので9月の26日。この時点で配当を配る銘柄を持っている場合は約2ヶ月後ですね。入金されるまでタイムラグありますけれども、配当を得る権利を持つことになるわけです。個人投資家の皆さんですと、そのまま配当が入金されるのを待てばいいんだと思うんですけれども、機関投資家の場合は、この配当が入金されるまでの間は、未収入金という形で資産としては保有しているわけです。ですので、この未収分も投資していかないと、ファンドのパフォーマンスとしては、株式市場に2ヶ月間連動しないという形になってしまいます。どうにかして運用していかなければいけないとはいえ、お金は入っていませんので、現物株は買えない。結局、使える技としては先物が中心になってきます。そして今回この対象になってくる配当落ち、そしてその再投資に回ってくる金額というのが1兆4000億円程度となるわけですね。ただ先物を買うと言っても皆さんご存知の通り、その裏側では証券会社が仲立ちをして現物も連動してくるようになってきますので、結局は機関投資家が証券会社経由で個別銘柄に資金流入させていくのとほぼ同義ということになります。まずはそれぞれの銘柄にどれぐらいインパクトがあるか、今回から新しい計測方法を用いることとしています。すごく簡単なロジックなんですけれども、今まではですね、イベントがあるたびにどれぐらいの株数、買いあるいは売り需要が発生するか、それを1日あたりの出来高平均で割り算して何日分のインパクトというような計算方法を用いていましたが、それだとですね、実際の株価にどれぐらいの動きをもたらす出来高なのかというのがわからないわけです。今回から用いる計測方法は一定の期間において、例えば6ヶ月あるいは1ヶ月の間で日時のデータにおける出来高、これがその日における1日の高値から安値への動き、この間、1日の間に日中には右往左往して何度も行き来することもあれば一辺倒に動くこともありますが、この日時ベースで考えるときに高値から安値までの値幅を動かすのに要したエネルギー、これがその日の出来高だという考え方に基づいて計算します。例えば高値から安値の間に 3% 動いた場合は、その日の出来高の3分の1がその銘柄 1% 株価を動かすのに必要な株数というような考え方ですね。具体的に例を挙げますと、例えばこの日出来高が最も大きくなっていますけれども、たくさん株数を1日の中で投入していっても高値安値の値幅というのはこれぐらい、むしろ次の日の方が大きく値幅が出ていますので、この青で囲っている日においてはたくさんの株数を投入してもそこまで株価引き上げの効果にはならないといった1日ですし、逆にですね、このあたり出来高の株数減っていますけれども比較的大きな値幅が出ている、こういった日には少しの株数売買に投入するだけで大きな値幅が出てしまう日ということになります。これはですね、一定の期間において平均して取ることによって、今足元で1兆4000億円の配当再投資が行われる際に、それぞれの銘柄がどれぐらい株価にインパクトを与えそうかというのを計算していくわけです。配当再投資の金額が大きいわけですけれども、先にですね、こちら今ご説明したロジックだけをまずは用いることで、今週第3週週末にリバランスがあるフィッチという日本株指数、海外の投資家が使うものですが、だいたい20兆円規模での運用になっています。このリバランスがそれぞれの銘柄にどのようなインパクトを与えるかというのを大きなもの、売買それぞれでリストアップしております。そうすると買い付けの規模が大きいのは群馬銀行、高砂、熱学工業、レクセリアルズ、ローゼ、この順番に入っていますが、結構他の日本株指数とは違って変化球な銘柄が並んでいますけれども、今回のリバランスによって生じる買い付け株数ですね。これ従来の計測方法では、この株数を一定の期間、例えば20日平均の出来高で割ることによって
何日分のインパクトになるかというのを計算したものです。この数字が大きければ大きいほど、イベントによる機関投資家の売買圧力というのが大きな影響を与えるという考え方。順番ご覧いただいてもそこまで大きな違和感というのはないかと思いますが、たまに入れ替わるということですね。例えばローツェは 0.2 日分ですけれども、その下オルガの日本テレビホールディングスなどよりも上位に入ってきている。その並びの変化というのは今回から計算している方法によるもので、先ほどご説明した出来高による 1% 株価変動を与えるためのエネルギー必要な株数というのがこちら。期間を6ヶ月と1ヶ月平均でそれぞれ今回は計測して、直近の重みをつけるために1ヶ月平均の方を3分の2、6ヶ月平均の方は3分の1の寄与度を与えることで、今回の買い付け株数割り算すると推定の変動率というのが出てくるわけです。これ一度にリバランス全世界の機関投資家が1日の中で行った場合という想定での変化ですので、こちらの列の順番に並べ替えると、群馬銀行が 11.1%、高砂熱化工業が 9.1% 程度のインパクト、そしてローツェは出来高換算の日数ですと流動性高いので 0.2 日分しか計上されませんが、出来高に対する株価の変動というのも加味すると 6.4% 程度と上位に上がってくるというわけです。このような考え方でフィッチインデックスのリバランス、ご覧の買い付け銘柄及び売りの銘柄というのが大きなインパクトになりそう。富士急行マイナス 8.4% と一番インパクト大きそうになっています。また出来高日数の換算ですと、大王製紙や第一交渉ですけれども、変動率で換算すると、少し軽微なランキング、一番下からは脱却してくるというようなところです。ですので、リバランス前後での株価インパクト、推定変動率に関しても一方向での動きとはならないはずですので、そのあたり、少し丸めてですね、最悪これぐらい変動してしまうというような捉え方をしていただければよろしいかと思います。それでは今回中心のテーマとしています配当時の1兆4000億円の買い付け機関投資家から出てくるわけですが、そもそもですね、昔から思っていたことを配当の再投資ということなので、そもそもこの1兆4000億円にわたる原資というのはそれぞれの銘柄が株主還元として配ってくれた金額、例えばですけれども A 社配当率 1%、9月末に配ってくれるとして、トピックスの時価総額が10位程度の大企業だとします。配当 1% ということで、これぐらいの規模感。続いて B 社に関しては、配当9月だけで 3% もくれる。年間だと 6% ぐらいと、非常に高配当な銘柄だとします。そして時価総額100位ぐらい。これでも大企業ではありますが、A 社よりは規模感で劣るような銘柄だとします。そして最後 C 社、配当はなし。そして時価総額1000位ぐらいの比較的小さな銘柄だとします。これを機関投資家がそれぞれ9月末に権利として受け取っていく。実際のお金は入ってきませんが、この総額が1兆4000億円ですが、トピックスに限ると1兆2000億円。残りの2000億円は日経平均側に流れます。そうすると、これをそれぞれの銘柄に再び投資していくわけですけれども、この A 社、B 社、C 社、それぞれ当然トピックスに構成されていますので、再投資の対象になるわけですね。ただ先ほども申し上げた通り、実際には入金されませんので、先物を中心に買っていく。そして、証券会社を経由して、現物株に買い付けの圧力が流れていくというわけですが、先物を中心に買っていくということは、トピックスの構成割合順に再投資の資金が割り振られていくということになります。当然、時価総額が大きい銘柄にたくさん再投資が入ってくるわけですね。そうすると、配当をたくさん配ったにもかかわらず、再投資される割合というのは、その配当分にはならないということですね。例えば A 社、配当 1% だけ渡していますけれども、時価総額順位10位なので、かなりの規模の再投資が受けられます。また一番下の C 社に関しても、時価総額1000位なので、そんなに大きな規模感にはならないかもしれませんが、そもそも配当を出していませんので、再投資してもらえるだけ株価に対して上昇の圧力。一方で B 社に関しては、配当をたくさん配った他の銘柄よりも大きな規模で出しているにもかかわらず、再投資される際には時価総額順位だと金額規模として少なめになってしまうわけです。こういった左側、配当落ちの割合と
右側、再投資される時の株価へのインパクトというのをそれぞれ今回は差し引いてバランスで考えていきたいと思います。そうすると具体的な数字としてはこちら。先に金額規模の小さい2000億円の日経平均からご覧いただきますと、構成割合上位から順番に並べていますが、ファーストリテイリング、東京エレクトロン、ソフトバンクグループ。ただ一番上のファーストリテイリングは 11.9% の構成割合となっていますので、9月最終営業日30日ですね。ここで係数 0.1 の引き下げ、約 10% 弱構成比が下がるように売却が行われます。ですので、26日に再投資が入っても、その2営業日後には大きな売り圧力があることはご注意いただければと思います。そして、先ほど申し上げたようなシナリオですね。ファーストリテイリングが一番わかりやすいと思いますが、配当値が0、つまり9月の配当はなしとなっていますけれども、構成割合1位ですので、他の銘柄が落とした配当の再投資を受けて、だいたい2000億円の再投資だと、この矢印 1% 変動の株数の右側の列ですね。買い付け株数53万株程度となっています。だいたい60万株から80万株が 1% 変動するのに必要な出来高の株数となっていますので、53万株の買い付けだと、だいたい推定される変動率というのは 0.73 ということで、配当値によるマイナス0で差し引き 0.73 そのまま今回の変動を受けそうだということですね。これが今回のイベントのこの銘柄のメリットになるわけです。そうすると配当をたくさん配っている銘柄は配当値のマイナスが大きいので、例えばちょうど真ん中 KDDI だと配当比率 1.46% ですけれども、再投資によって得られる株価変動というのはだいたい 0.34% ですので、マイナス 1% 程度の株価変動が想定されるということです。とはいえ、前から持っている人であれば、この配当というのは受け取れますので、実質マイナスにはならない。株価変動という意味ではマイナスになりますけれども、未収入金としてもらえるので損するわけではないです。ですが、機関投資家の動き、再投資によって恩恵は得られないという形ですね。逆に今から入ろうと思って、機関投資家の動き、利用して恩恵を受けようと思ったら、この一番右側の数字が大きく推計されている、プラスになっている銘柄が短期的には狙い目、あるいは前々から買おうと狙ってはいたけれども、まだ持っていない銘柄で、プラスのインパクトが大きいような銘柄は短期的に入りやすい相場環境かと思われます。それがですね、こちら、変動率上位に並べたもの。やはり配当が9月末にない銘柄で再投資を受ける割合が大きいものが中心になってきますね。ファーストリテイリング、中外製薬、クレディセゾン上位に入っています。また配当が高い銘柄に投資するのが好きな方でしたら、9月末にも配当を配ってくれるようなコナミ、テルモといったところは、配当を配る割には再投資による恩恵も出てきそうというような銘柄になってきます。それではお待たせいたしました。トピックスで今のデータをご覧いただきますと、日経平均の時と同様に、まずは指数構成比率の上位の銘柄から並んでいます。トヨタ自動車、ソニーグループ、三菱 UFJ フィナンシャルグループですね。トピックスで9月末の配当値見ていきますと、上位の銘柄軒並み配当は配ってくれるという形になっています。この中だと一番9月の配当割合高そうなのは、4番目の日立 2.34%、中ほど三井住友 1.82%、三菱商事が 1.76% で、下から3番目、三井物産、そして NTT といったところが高めの比率になっています。そして再投資、機関投資家からされる場合に 1% 変動の出来高株数、それぞれ計算して1兆2000億円再投資トピックスにされた場合の買い付け株数、これを割り算することでどれぐらい推定変動率が起きるか。そうすると、だいたい 2% 以内には収まるといった形になっています。そして、この推定の変動率と配当値の比率を差し引きすることで、一番右側、26日の配当落ち日引け間際に起きそうなインパクトを、一番大きなプラスが得られるのは、リストの中で最も配当比率の低い6番目のリクルートホールディングスですね。そしてその一つ上、キーエンスも配当落ちの比率が低い分、大きなプラスが出てきています。また一番下、第一三共ですね。こういったところが、超大型株の中では、配当再投資でプラスが出てきそうです。今度はこの推定変動率、差し引きしたもので順番にリストを並べますと、こちら、大和冷機、三つ鱗、福田組というような順番で、他の企業が落としていくような配当をハイエナのように
再投資受けるような銘柄たちが並びます。ですので、基本的には配当を配らない中小型株、その中でも指数構成比が比較的高めのものというのがランクインしやすいわけですけれども、やはり 1% 変動のところをご覧いただきますと、株数が数千数万程度に落ち込みますので、再投資されることによってそれなりに株価大きく上がる可能性があると、そういったハイエナ銘柄ではなく、ちゃんと配当を配るような銘柄がいいという方は、鶴見製作所や三谷積産、高速といったところが比較的配当を配ってくれると、そして再投資の恩恵も得られるというような銘柄になってきます。逆に今度はマイナスが大きい銘柄並べますと、三共、京セラ、ディアライフと、配当はかなり大きく配るけれども、再投資による株価変動がなかなか起きない。つまり流動性がかなり高くて、そう簡単には株が上がってこないような銘柄が並んでいます。ですので、こういった場合は、配当を無理に狙いに行かずに、再投資が終わる26日以降ですね、来週、配当落ちした後に買い付けに行くのがタイミングとしてはよろしいんではないかと思われます。どうしてもですね、相場あまり慣れていなくて、配当狙いの方というのは、配当落ち直前に買おうとする傾向見られますけれども、高配当銘柄とはいえ、あまり配当直前に買うメリットというのはなくて、結局ですね、株の場合は金利と違って配った配当分株価が翌日下がりますので、タイミングとしては買いたいと思ったタイミングで、機関投資家が大きな動きを見せない時というのがよろしいかと思います。無理くり受け取っても仕方ない。逆に受け取れなかったとしてもその分安く株価買えますので、こういった大きなイベント、1兆4000億円規模の再投資があるような場合というのはあまり慌てない方がよろしいかと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。